こんにちは、ピヨピッコです。今日はいつもと少し趣向を変えて、ラブブのシークレットのぬいぐるみを手作りしてみようと思います。今回使う型紙は、近々公開を予定している新しい型紙。少しアレンジすれば、ラブブが作れるかも、と、試作を兼ねて作ってみています。作り方の解説は改めて動画にしたいと思っているので、今回はサクサクと縫いが作られていくのを楽しんでもらえたら嬉しいです。型紙の公開までもう少しお待ちくださいね。ボディに使うのはダイソーのエコファースヌード。せっかくなら100均縛りで作ろうと思ってたんだけど、刺繍糸の空張りがあまりに少なくて、一部手持ちのものを使いました。まずはお顔の刺繍をしていきます。お顔に使うのはダイソーのボアクロスです。普段刺繍しているお顔とデザインがかなり異なりますが、基本の流れは同じ。内から外に向かってパーツごとに埋めていきます。100均の刺繍糸って絡まりやすくて糸のよりも崩れやすいんですよね。少し扱いづらいため、最近はあまり使わなくなりました。久しぶりに使ってみた感想としては、一本取りであれば比較的絡まりにくいし、使うのもありかなという感じです。ツヤ感など仕上がりのクオリティを求めるなら、やはりメーカー製がおすすめかな。今回は色チェンジが多すぎて、下縫いをしつつ面を埋めてみたところ、やはり後悔。刺繍シートが途中で破れ始めたため、刺繍シートと生地が少しずれてきました。面倒でも先に下縫いをしておくのは大切だなと改めて実感しました。と言いつつ、刃の部分は下縫いと同時進行してます。少し奥行き感が出るかなと思って、瞳の縁をバックステッチで縁取ってみました。耳の模様も刺繍します。刺繍が完成しました。これは思ってたよりラブブっぽいんじゃないでしょうか。完成が楽しみになってきました。スヌードを解体します。以前にもダイソーのマフラーを使ってぬいぐるみを作ったことがあるので、なんだか懐かしいです。伸縮性はそこまで気にならないのですが、ほつれやすさが少し気になるかな。念のため薄手の接着芯を貼ってから使うことにします。型紙を書き写してからカット。サクサクと組み立てていきます。素材が似てるおかげで耳だけは本物のラブブっぽくないですか？
ボディも組み立てていきます。型紙の雰囲気からすでにお気づきの方もいるかもですが、近日公開予定のボディはご要望の多かったお座りタイプ。作りやすさも考慮してパーツ構成を考えました。手縫い、ミシンどちらでも作りやすい型紙になっています。足の爪は生地を貼り合わせて表現します。仕上げにチークをのせます。完成しました。ラブブ偽物で画像検索したら出てくるタイプのやつですね。でも、思っていたよりはそれっぽくなって個人的には満足です。今回のラブブは試作を兼ねたちょっとイレギュラーな試みでした。新作の型紙はこんな感じの推しが着ぐるみを着ている風のお座りタイプのボディになっています。現在最終調整中ですので、公開までぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。